恐竜研究者こちるいすすむです。今回紹介するのは鳥類の羽毛の色がどうやって決まっているのか、それを研究した論文です。今お見せしているのはクジャク。鳥類の中でも代表的な派手派手な鳥ですね。クジャク以外にも鳥の仲間は非常に色彩豊かなことが知られています。例えばオウムやインコの仲間だったり、カワセミなんかもそうですね。鶴なんかも色彩は控えめですが、赤い頭が特徴的なことで知られています。あんまり意識することはありませんが、これは我々哺乳類とは全然違うんですね。というのも、哺乳類の体毛は基本的に白か黒か、それか茶色しかありません。なのでしましまなど模様のバリエーションは大きいのですが、色のバリエーションは超限定的なんですね。なのでこのようにカラフルな鳥類は当時の脊椎動物の中で唯一無二なわけです。よって彼らは視覚を使ったコミュニケーションが一体どのように進化してきたのか、それを探るためのモデル動物として扱われてきました。特にこれまで中心的に研究されてきたのは正淘汰の側面です。正淘汰とは要はモテるための進化ですね。どれだけ強くても餌を取るのがうまくても子孫を残すことができなければ意味がありません。わかりやすい例はそれこそクジャクです。オスはメスに比べて非常に派手な翼を持っています。これはメスに選んでもらうという進化を続けた結果なんですね。もちろんこんな派手な翼は様々なコストがかかります。栄養が足りなければ羽毛がくすんでくるので余計なエネルギーが必要になるし、畳んだところでめちゃめちゃ長い尻尾が移動の邪魔になります。あんまり木の密度が高い場所では引っかかって動けないでしょう。そもそもこんな羽毛じゃ飛べないし、アホみたいに目立つので簡単に食われます。そういった各種のデメリットを乗り越えてなお生き続けることが優秀なオスとしての証明となるということですね。これが正淘汰仮説で、鳥類の羽毛の進化において広く受け入れられている仮説です。しかし正淘汰以外にも羽毛の色を決定する要因は複数存在するはずです。それが視覚状況、英語では Viewing Conditions とされるものです。これは要は視覚なんてものは相対的なものなので、その生物が一体どのような状況に置かれているか次第で適した色も変わってくるだろうという話です。わかりやすいのは明るさですね。周りが暗ければどれだけ羽毛に模様があってもくすんで見えるし、明るければより目立って見えると。つまり夜行性と中光性では色に対する進化の傾向が変わってくるのではないかという話です。実際一部の鳥類では同じ種でも住んでる森の中が一体どの程度明るいかによって尻尾の色が変わることがすでに知られています。しかし単一の種内ではなく鳥類全体を対象とした研究はこれまでなく、視覚状況が鳥類の色の進化とどう関わってきたのか、それはまだ分かっていませんでした。この疑問に対する研究が今日紹介するこの論文です。2025年4月に発表されたばかりのものですね。研究対象は今生きている鳥類2610種。鳥の種類はトータルでだいたい1万種くらいと言われているので、ざっとその4分の1くらいですね。視覚状況を評価する要因としては、まず生息環境の開放度、つまり森の暗さですね。これに加えて中光性か夜光性か、最後に渡りを行うかどうかというのを視覚状況を決定する要因として検証しています。これらはそれぞれ暗い環境に生きていたり、そもそも夜行性だったり、渡りを行う鳥の方がコントラストが高い羽毛、つまり派手な色をしていると予想できます。この中でも渡りを行うかどうか、これだけ若干直感的に分かりづらいかと思います。簡単に言うと、群れで大移動をしていると遠くからも見分けやすい
派手な色をしていた方がいいだろうということなんですね。これらの仮説を検証するために各種の解析を行った結果、まず生息環境の開放度によって色のパターンが変わるということが分かりました。特に森が生い茂っていて暗い環境ではメスが派手になりがちということでした。次に渡りの有無なんですけれども、渡り性が高い種ほどコントラストが低下するということが分かりました。この結果は予想の真逆なんですね。一応オスでは若干色のバリエーションが増えることもあるのですが、そこまで効果は大きくないです。そして夜行性かどうか、これに関しては明確な効果が見られませんでした。この結果からこの論文の著者たちは、羽毛の色は非性的淘汰の影響を強く受けると結論付けています。生い茂った森の中でメスの色のバリエーションが上がるのは、暗い中でも健全な種内コミュニケーションを促進するためで、それによって間接的に自分の身を守ったりしているようです。もっと分かりやすいのは渡りの影響ですね。メスは渡りをする種ほど地味、つまりエネルギーを節約して捕食者から食べられづらいような進化をしてきたようです。逆にオスは長い距離を渡る種でも命がけで派手になる方向に進化したようです。もうこれだから男ってやつはダメなんですよね。まとめると、鳥類の羽毛の進化において性的淘汰は主要な要因ではあるけれども、光環境や渡りなど生態の違いも羽毛の進化に与えた影響が大きいだろうという結論となっております。その違いは私有差で説明できる点も多く、オスはモテることしか考えていないけれども、メスはきちんと身を守ることも考えられるということですね。鳥類の羽毛の色進化、面白いと思ってもらえたら高評価やチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。このこちるいチャンネルでは毎週日曜日こんな感じの論文紹介をライブ配信しています。ぜひぜひそっちにも遊びに来てください。それではまた次回。